んにちは。グリーンリーフツーリストクラブの和田敦です。大月圭です。弊社はアフリカ、ウガンダを拠点とする旅行会社で、ツアー、レンタカーなどの旅行サービスを東アフリカ全体で提供しています。本日より3回に分けて、我々の拠点であるウガンダの観光の目玉、ゴリラトラッキングを取り上げます。ゴリラトラッキングは、アフリカの美しい熱帯雨林の中を歩き、野生のマウンテンゴリラに会いに行くツアーです。マウンテンゴリラは世界の2つの森のみに生息し、生息数は1000頭ほど。オスのシルバーバックは体重200キロを超えるとても大きな霊長類です。アフリカの大自然の中を自らの足で歩き、何の隔たりもないまま山中でマウンテンゴリラと出会うのは、車中から行う野生動物の観察とは異なる趣があります。本日はマウンテンゴリラの生息する国立公園を紹介します。画面を切り替えます。ここからは Google マップを使って説明を進めます。今の画面に表示されているのはウガンダの首都カンパラです。ここにはゴリラはいません。ゴリラが生息するのはここ、ウガンダ南西部にある森と、さらにその南にあるビリュンガ山地です。表示を地形に切り替えてみます。ゴリラの住む森の少し左側に崖のような切り立った地形が連なっていますが、これが地溝帯です。アフリカには2つの大きな地溝帯がありますが、これが西部大地溝帯です。次に表示を航空写真に切り替えます。この緑の色が濃い2箇所がマウンテンゴリラの住む森です。一方、周辺の緑の薄い部分ですが、そのほとんどは畑です。もしこの2つの森が国立公園として保護されていなければ、この森はなくなり、ゴリラなどの生物はその住処を失っていただろうことがよくわかります。しかし、どこを見ても国立公園の境界線を境に森と畑という対照的な光景が続いており、もし保護活動を始めるのが少しでも遅れていたら、マウンテンゴリラは絶滅していたのではないかと思われるほどです。では、ゴリラトラッキングが参加が可能な国立公園のうち、ウガンダの2つを紹介します。1つ目はブインディ・インペネトレイブル国立公園です。世界遺産に登録され、約460頭のマウンテンゴリラが生息します。1日にトラッキングに参加できる人数は8名 ×18 組で合計144名です。2つ目はムガヒンガゴリラ国立公園です。ウガンダ、ルワンダ、コンゴの3カ国をまたぐビルンガ山地の北側にあたります。こちらはこの森全体で約600頭のゴリラが生息します。ムガヒンガでは1日にトラッキングに参加できる人数は8名 ×1 組の8名です。移動方法はいずれも陸路と空路があり、陸路の場合はルートにもよりますが、450キロから500キロ、所要時間は10時間から12時間ほどかかります。空路の場合はエンテベからキヒヒ、またはキソロまで国内線でまず1時間半、次に各空港から1、2時間ほど陸路で移動し、所要時間の合計は3、4時間ほどです。以上、マウンテンゴリラの生息する国立公園の紹介でした。本日は札幌市丸山動物園参与の小菅正夫さんからゴリラの魅力と感想を語る動画を頂戴しております。ではご覧ください。どうぞ。グリーンリーフの皆様、サブナは非常にお世話になりました。これまで3回私ウガンダへお邪魔してるんですけども、今回初めて2人で、自分の好きなところを回るということを計画しまして、皆様に組んでいただいたんですけども、
非常に良かったですね。特にゴリラを連日2回、観察に行けたということはもう非常に貴重な経験でしたね。やっぱり2つのグループがあって、それぞれ違うなんか性格のようにも思えたので、私たちは非常に貴重な経験をさせていただきました。前回行った時はカレンズの森でチンパンジーだとかいろんな猿類を観察して回ったんですけども、その他にも草食動物もたくさんいますしね、鳥もたくさん飛んでますし、とてもウガンダというところはいつ行っても新しい発見ができてよかったなというふうに思います。特に今回ハシビロコウを見ることができましてですね、最終日だったんですけども、それでも実際見たらですね、さあそろそろと思った時に何を思ったか、ハシビロコウがもう飛び立ってくれてですね、これもちょっと動かないで有名なハシビロコウが非常に動いてたし、ましてや空を飛んでくれたということで、これはとっても楽しい思い出になりました。とにかく今はコロナが心配です。私世界の情勢をしょっちゅう見てるんですけども、私が見るところはウガンダです。どうなってるか非常に心配でしてね、特にこの新型コロナ類似炎にも可能性はゼロじゃないので、まさかこのコロナがですね、大事なゴリラとか感染するということがないように、ただただ祈るだけなんですけども、皆さんも十分気をつけて、またこのコロナ騒ぎが収まったらお邪魔したいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。今回どうもありがとうございました。大変貴重なご意見をありがたく頂戴しました。またこの動画作成にご協力いただき感謝を申し上げます。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回の動画ではゴリラトラッキングに参加する手順に関してもっと詳しく説明を差し上げます。では次回までごきげんよう。